皆様、こんにちは。シトラスハンドメイドサラです。今回はこちらのニットボールを作っていきたいと思います。ニットボールいろいろ編み方あると思うんですけれども、今回はこの立ち上がりの編み方。1個立ち上がって1周編んで、1個立ち上がって1周編んでのこのやり方で編みたいと思います。これだとね、横がビッと1列揃うので、例えばこういう風にね、ボールに装飾をするビーズをつけるよっていう時に、横一列で揃えることができますね。ね、わかりやすく。例えばね、これはまた別の編み方なんですけれども、これは一切立ち上がりがない編み方です。なのでね、表面とっても綺麗。こうぐるぐる螺旋状みたいな感じに編んでいます。これもまたね、別動画でアップできたらいいなと思うんですけれども、両方ともね、とっても可愛いのでね、ぜひ編んでみてください。今回はこの立ち上がりのボールですね。で、材料なんですけれども、まず、ハサミと、とじ針と、あと糸ですよね。糸。これはね、レース糸を使ってます。ダイソーさんのレース糸を使っているんですけれども、こんな感じでね、おすすめの針が書いてあるので、で、この目をね、結構きっちり編みたいなと思うので、私は今回、このおすすめ針の一番細いの、1ミリっていうのをね、使っていきたいと思います。初心者の方とかはね、これね、一番太いので全然大丈夫なのでね、ぜひね、お好みで、針ご準備ください。これと針と、あと中に詰めるものですね。これ何でもいいと思うんですけれどもね、私はこんな感じで、これね、キルト芯なんですけれども、私ハワイアンキルトとかも作るのでね、ネットでキルト芯頼んだら、すごいこれ薄くてね、これじゃちょっとハワイアンキルト作れないなっていうことで、こんな感じでね、カットして今回ボウルに入れたいと思います。何でもいいと思います。綿でももちろんいいですし、いらない布とかね、余った毛糸とか、お好みでご準備ください。でね、こういう風な感じでね、中にピンを刺すとかいう場合は、やっぱり綿の方がね、中通りやすいので、そっちの方がやりやすいかなと思います。でもね、特に中には通さないよってね、そういう場合は、なんか外にね、ゴムをつけるとかぐらいだったら、全然何でもいいと思います。で、こんな感じで、そうですね、このセット、ご準備ください。はい、それでは早速編んでいきたいと思います。まずですね、この糸、人差し指にかけていきます。糸を人差し指にくるくるくる。3周。で、針をこの下を通って1本目、2本目。この3本目を下を通って引っ張ってきてください。一番前に出てきたら、またこの一番左の糸をかけて、この穴から出してあげて、指から外して根元を押さえます。で、ここから一回鎖編みかけて引っ張る。ここからこの輪っかに細編みを8回入れていきます。まず輪っかに針を通したら糸を取ってきて、糸をかけてあげて2本一気に引っ張る。これを8回繰り返します。針を入れて糸を引っ張ってきて、引っ掛ける。針を入れて糸を引っ掛けて引っ張ってくる。これはい、8回編めました。ちょっとね、こう輪っかを大きくして針を取ります。で、この紐の先を引っ張ると、こういうふうに動く方の紐があるので、ここを根元から引っ張ります。するとね、この輪っかがどんどんちっちゃくなります。で、こんな感じでね、引っ張ってきたら糸の先をぎゅーっと引っ張るとこんな感じでね、絞られます。はい。で、針をまたね、
戻します。針戻して輪っかを小さくしたらこんな感じですね。で、普段だったらね、この一番最初の編んだところに、入れたいと思います。でも今回はちょっと立ち上がりを目立ちにくくしたいので、1番目2番目のここに入れていきたいと思います。でね、ちょっと立ち上がりの目と分かりにくいんですけれども、これが立ち上がりで1目目2目目ですね。分かんなかったらこっちから数えてもいいですよね。1,2,3,4,5,6,7 番目、8番目ではなく7番目に、針を入れていきたいと思います。輪っかに、入れたら、ここですね、ここに入れる。で、糸をかけたら引き抜いてきます。こんな感じ。少しね余裕がある感じに引き抜いてあげてください。ギューッとしちゃうとね、ここ絞られちゃうのでね。で、引っ張ってきたら一回鎖編みしておきます。こんな感じで、ここから次の段に行きます。はい、ここから2段目に入るんですけれども、2段目は1目につき2回ずつ編んでいきたいと思います。今ここでね、引き抜いてきたこの同じところの目に細編みを2回、1、2、隣にも2回、隣にも2回、こんな感じでね、1目につき2回ずつ、一番最後の目の手前まで編んでみてください。はい、最後の目だけちょっとね、編み方のコツがあるのでね、ぐるっと一周最後の手前まで編んでみてください。はい、こんな感じでね、14目目まで編めました。何目か分かんなくなっちゃったら、この後ろから数えてもいいですし、この前からね、今これから編むこの目で立ち上がり、ここから数えます。ここから数えて今14目、1目につき2回ずつ編んでます。最後の目に来ました。最後の目にあと2回入れます。で、2回入れる時なんですけれども、こういう風にね、ここね、ちょっとこう広げていくと横になってる糸が出てくるんですね。この辺グイグイやると、本来ならここに入れて編む、ここに入れてね編むんですけれども、今回はこの糸も拾ってあげて編んでいく、横になっている糸も一緒に編み込んでいく、そんな感じで編んでいきますね。ちょっとやってみますね。あと2回細編みです。この横の糸も拾ってあげて、この間から入れてあげて1回、もう1回ですね。間に入れてあげて1回で、最後またね、1目目に入れるのではなく、2目目に入れてあげる。で、分かんなくなっちゃったらどこだろうなっていうことだと、この段は、2倍にしたので16目ここから下がってきてあげる。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16で、こう間を見ると、このちっちゃいこれが立ち上がりなので、1、2、ここに入れてあげる。引き抜きですね。こんな感じで、ここもね少し緩めにこう引いてあげて、その後、鎖編みを1つ編みます。で、次は121212の順番で編みたいと思います。まずは同じ目に1回、次は2回、
同じ目に2回細編みを入れます。でその隣は1回細編みを入れて、その隣は2回細編みを入れます。この順番ですね。この順番1212で最後から2番目まで編んできてください。121212なので最後1で止まってみてください。最後の2目だけまたちょっとコツがあるのでね、一緒に編んでいきましょう。はい、最後あと2目編んだらおしまいです。この段で今22目まで編んできました。この段は24目なのでね、全部で。で、今1目編んで隣2目この目に編んでいきます。ちょっとちっちゃくなっちゃったんですけども、この穴に入れていきます。普段本来ならねここにこう入れてやっていくんですけれども、この下ですねグイって広げるとやっぱり横になってる糸が出てくるんですね。結構ねこう入り組んでいるんですけれども、こうやって広げると見えるかな。この横になっている糸、これも一緒に編み込んでいきます。なのでねこの間に入れて1目、もう一回この子も一緒に編んであげて2目で、最初の目ではなく2番目の目に入れていきたいと思います。2番目の目がねもう見当たらないな、どれが2番目かなって思ったら、今これ24目なのでこちらからね数えていく。123456788 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、ここですね。こっちから見るとこの立ち上がりがあって1目こうなりますね。でここが2目目、2目目に入れてあげる。で引き抜いてあげる。でここをね優しく編んであげることによって、ちょっと緩めに編んであげることによってね、次のこの横になる糸、ここが分かりやすくなってくるのでね、きつく編まずに緩く編む。そして立ち上がり1目で、ここからはもうずっと24目です。しばらくね。でここからまたじゃあ今の引き抜いたところに、細編み1つで、隣にも細編み1つ、隣にも細編み1つ、こんな感じでね1目に1つ1目に1つ23目目まで編んでみてください。最後の目、ここをねもう一回一緒に見ていきましょう。はい、こんな感じでね、今ちょうど1,2,3,4段目の23目まで編めました。次24目でおしまいですね。最後のところはこういうふうに横の糸が出てます。今これが23目目、24目目ここなんですけども、本来ならここに入るはずなんですけれども、この子たち一緒に取ってあげましょう。横の糸、横になっているところから刺してあげる。この下から横になっている糸も取ってあげる。でこの横になっているのが隠れちゃうとね、こんな感じでね立ち上がりが目立ちにくくなるので、これをガバッと一緒に取って編んであげる。こんな感じですね。で次が1目目2目目にきます。こんな感じですね。今ここに入って、次が立ち上がりの1,2,2目目に入ります。こんな感じでね優しく取って立ち上がる。
ここから今4段目ができたんですけれども、5段、6段、7段、8段、9段目まで今と全く同じ編み方です。こんな感じでね、9段目まで編み進めてみてください。今5段目が終わったところ、ちょっとこのお皿みたいになってくるので、裏返しにしてこのまま編み進めていきましょう。もう全くね、増し目はなしなので、一目に一つずつ編んでいってください。6段目、7段目、8段目、最後あと1周ですね。はい、9段目まで終わりました。こんな感じです。で、最初のね、1、2目目に引き抜いてきたところです。ここからですね、1個立ち上がって10段目、11段目でおしまいなんですけれども、その2つですね、減らし目をしていきます。1回、立ち上がったら鎖編みですね。そしたらまず同じところに細編み。で、次の目、針を入れたら糸を引っ張ってくる。そのまま隣の目も針を入れて糸を引っ張ってくる。こうすると3本糸引っかかってますね。これを糸をかけて一気に引っ張ります。これが減らし目です。次の目は普通に細編み。次の目は減らし目。糸を引っ張ってきて、隣も糸を引っ張ってきて3本一気に引き抜く。隣は細編み。この順番ですね。細編みで減らし目、細編み、減らし目。今細編みしたので、次は1本2本取ってきて引き抜く。これが減らし目ですね。この順番で細編み、減らし目、細編み、減らし目という感じでぐるっと編んでみてください。はい、最後の細編みに来ました。細編みで最後減らし目でおしまいですね。最後の減らし目はここと、あとここですね。この横になっている糸も一緒に、編み込んでいってあげて、で3本一気に取ってあげる。で、この目はこの段は減らし目をしたので、ここが16になっていたら正解です。立ち上がり1目2目目に引き抜きます。ここですね。で、鎖編み1目立ち上がります。で、一番最後の週も、減らし目で、その前にね、ここに、綿をいっぱい詰めていきたいと思います。7分目、8分目ぐらいまで綿を詰めていってください。よいしょ。こんな感じでね、綿をどんどん詰めていきましょう。はい、こんな感じで綿がまあまあ詰まったら、ここから全部減らし目していきます。最後の段は全部減らし目です。なので最終的にね、編み目が8になります。まずね、今の引き抜いてきたところに針を入れて引っ張ってくる。隣も引っ張ってくる。3本一気に引き抜く。この繰り返しです。隣も引っ張ってくる。その隣も引っ張ってくる。で、3本一気に引き抜く。こんな感じで一周編んでみてください。
はい、それでは最後の目ですね。この段の最後の目の減らし目、引き抜く。最後の目だけはこの横の糸も一緒に引き抜いてあげましょう。この横になってる糸ですね。この子たちも一緒に引き抜いてあげましょう。これで8目になりました。ちょっとね、糸を引っ張っといて、長めに引っ張っといて、でここに最後もうちょっと綿をね丸くなるぐらいまで入れてってあげてください。追加の綿ですね。はい、こんな感じでね、まん丸になるぐらいまで綿が入ったら、この輪っかにね、針を戻してあげて、一番最初の目ですね、後ろから数えると8番目のところ、ここに引き抜きます。で、ここから糸処理に入るので、糸が処理できるぐらい、このね、針で編み込んでいくので、ちょうどいい感じでね、糸をカットしてください。そしたら糸をキュ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 と引っ張ってきて、ここから針に糸を通します。で、まずですね、隣のこの糸の内側だけ全部取っていきます。糸の内を通って編んでいく。隣も内側の糸だけ拾って編んでいく。内側を拾ってぐるーっと一周編んできます。一周編んでこれたら、ちょっとここをね絞ります。ギューって引っ張るとこんな感じでね、花がギューッとすぼまりますね。で、2周目は今度この外側のね糸を拾っていきます。一周ぐるーっと拾えたら、これもギューッとすぼまって引っ張って、最後はどこでも大丈夫なんですけれどもね、ちょっとこんな感じで中を通って、ちょっとランダムにねいろんなところから刺していって、こう出たり入ったりするとね、中で糸がしっかり絡まって外に出てこなくなるので、何周かしたらこんな感じでね、ここで糸をカットします。これで完成です。はい、今回はこんな感じでニットボールを編んでみました。編み上がりどうですかね。普通に編むよりかはだいぶ目立たない
敵にはなってますね。でこれもね何度も編んでるとだんだんコツがつかめてくると思うので、私もねこんな感じでいっぱい作ったんですけれども、これまだね編み始めたばっかりの頃のもあるので、ちょっとね形がいびつだったりもしますが、だんだんね編んでくると綺麗になってきてすごく楽しくなってくると思うので、是非皆さんもねこのニットボール編んでみてください。はい、今回もここまでお付き合いありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。